ルバイトがちゃんとできたら、あなたにも人権が生まれると思うので。人権まだ生まれてない。エグエンのエグは、エグいのエグ。元ホームレスな訳ありアイドル、エグエンです。冒頭の衝撃発言は、それをおっしゃった福祉事務所の担当さんの真意はわかりませんが、私なりの解釈を加えてみましたので、どうぞ動画を最後までご覧ください。1年前に人権ないって言われたのを根に持って、その1年後に私こんなツイートしてるんですよ。アリスティンさんに人権アリスティンって言ってもらえたらいいなぁ。そしたらアリスティンさんがちゃんとリプをくれて、人権アリスティンって言ってもらいました。人権あるらしいよ。すごくない？というわけで、可愛い女の子に人権アリスティンって言ってもらえたので、私的にはこの件はもう帳消しになってます。アリスティンさん、ありがとうございました。他のドキュメンタリー系の動画でもお話ししている通り、私は去年親族の集団のストーカーで警察だ福祉だシェルターだ吸ったもんだって、それでDV 案件ってことで福祉事務所に保護していただいたんですけれども、その時に女性の担当の方がついていただいたんです。この動画では担当さんとお呼びします。で、この担当さん、シェルター入る人は必須なんですけれども、カウンセリングに行くときに同行してくださっていたんですけれども、ちょっとなんかね、ずっと私に幼児語で、なんとかだよね、なんとかだよね、みたいな感じで話しかけてきたり、で、なんかこう、なぜか、レジ打ちとかコンビニとか100均の店員さん、やれたらいいわね、あなた、みたいな感じでずっと進めてくるんですよ。で、私別になんか、コンビニの店員さん志望ですとかそういうこと言ってないんですけれどもね。あとグラフィックのお仕事をしてたからそれをまたやろうかなとか、なんかいろいろ話してたんですけれども、なんか担当さんはダメよ、絵なんか描いてちゃーとか、そういう感じでちょっと私とはテンションが合わない方だったんですね。で、ひたすらコンビニのお仕事ができたらいいわね、コンビニのアルバイトできたらいいわねってずっと進めてて、で、カウンセリングの待合室で、コンビニのアルバイトがちゃんとできたら、あなたにも人権が生まれると思うので。人権まだ生まれてない。私、人権ない。カウンセリングの待合室に世界人権宣言貼ってあるのはギャグか何かみたいなことがありました。いや、福祉の担当さんに、私には人権がまだ生まれていない、つまりないと言われてしまいましたが、でも私は、その担当さんが一概に悪いとは思っていません。この背景には、日本の DV 案件への対応の限界があるのだと思っています。日本では DV からの家族からのストーカーという案件に対する対策がパートナーからの DV に限定されていて、それ以外が想定されていないんです。子供の場合は児童保護という話になりますので話は別です。私の場合は兄を筆頭として家族親族全員が共謀して追いかけてきているような状態でしたので、法律的にも具体的な対応策としても用意されていないんですよ。前例がないんです。刑事事件とかになれば話は別なんですけどね、立件できないラインを複数人で口裏合わせて攻めてくるとかだと無理ですよね。で、福祉としてももう対応ができないとなればどうすればいいか。そう。被害者の落ち度にすればいいんだよ。実は対応できないので、ストーカーの件はもう自己責任でお願いしますね、と言われていたんですよね。もう何のために福祉に行ったのかわからないんですけれども。で、こいつに定職がないから悪かったんだ、とかそういうことにして、私の自立支援ということにして言いたい放題、やりたい放題言い始めたんですね。もちろん最初の、事件当初のただの保護対象だった頃はそういうね、ことは言われなかったんですけれども、でもそもそもね、普通に定職に就くとか仕事ができるっていう環境にいたなら助けを求めてないっていうのがあるんですけどね。だから私としては、親族一同が追いかけてくるストーカーの対策として福祉事務所を頼ったつもりが、自立支援ということにすり替えられてしまったんですね。でもやはり私は担当さんが一概に悪いとは思っていません。だって変態の考えることってわからないじゃないですか。ただの一般人の成人の私をみんなで付け回して探偵だの、SNS の DM 監視だの、友人への脅迫まがいだの、なんかそういうのやるっていう理由が誰にもわからなかったっていうのがあると思うんです。私にも私がなぜターゲットになったのかは未だにわからないので、担当さんのその戸惑いには共感します。非常識な案件を持ち込んで申し訳ありませんでした。担当さん。
歌とトークとホームレスアイドルエグエンでした。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。またねー。